Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日もですね、私一人がたくさん話す日本語のポッドキャストをやっていくんですけど、まずはその前に皆さんにお礼を言わせてください。登録者数やっと2000人いきました。皆さん登録してくださって本当にありがとうございます。そうですね。最近はその再生回数がなかなか思うように伸びない動画もたくさんあって、でもその中でも動画を見続けてくれる方がたくさんいたりですとか、あとはね、コメントをしてくれる方もたくさんいたりですとか、そういうね、皆さんからの愛をもらってここまで続けてこられたなっていうふうに思っています。今ですね、週に1本長い動画を出して、そしてもう1本はショートの動画を出してっていうふうにやっているんですけど、それをこれからも続けていけたらいいなって思っています。はい。やっぱりね、ずっとやめずに続けるっていうことは結構ね、大変な時もあるなって思います。例えば体調が悪い時とか、忙しすぎる時とか、それでも毎週動画を出すっていうのは大変な時もあるんですけど、それでも動画をね、たくさん見てくださってる方がいたり、登録してくださってる方がいたり、コメントをしてくださる方がいたり、そういう皆さんのおかげで本当に今まで続けてこれていますので、これからも皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。はい、私も動画を頑張って作るので、皆さんもぜひ日本語の勉強を続けて頑張りましょう。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、ということで、今日はですね、視聴者の方からリクエストをいただきました。みずきさんにとっての至福の時間についての動画を作ってくださいって言ってくださった方がいました。なので今日は私にとっての至福の時間について話すポッドキャストにしてみようかなって思っています。はい。なので、私にとってどんな時が幸せな時間なのかっていうのを話していきたいと思います。はい、その前にですね、もう一つ話したいことがあるので、ちょっとそれを雑談として聞いてほしいなって思うんですけど、日本はですね、もう7月に入ってどんどんこれから暑くなっていくと思うんですけど、6月はやっぱり梅雨の時期っていうこともあって雨の日が多かったりとか、あとはいつもよりもなんか6月の台風の数が多かったんじゃないかなって思うぐらいたくさん6月に台風が来たんですよ。なのでそうすると台風とか雨じゃなくて晴れている日は暑いし、でも台風とか雨が来るとちょっと気温が下がって涼しくなる日もあるしっていう感じで、天気と気温が不安定な日がね続いたんですよ。そうなので先々週の週末ぐらいから風邪をひいてたんですよ。で1週間ぐらいね風邪をひいてたんですけど、やっと昨日ぐらいから元気になりましたいやよかった。そうなのでダンスをですね1週間ぐらいお休みしてたんですよ。自分の風邪のせいで1週間ダンスを休んで、その前の週はダンスの先生の都合でレッスンがなかったので2週間ダンスのレッスンに行けてなくて、3週間ぶりだったので、ちょっとまだ病み上がりではあったんですけど、絶対にもう今日はダンスに行きたいと思って行ったんですよ。で行ったら久しぶりにたくさん踊ることができてとても楽しかったです。楽しかったんですけど、多分その風邪をひいている時は散歩行くのもやめてたし、筋トレをするのもやめてたしっていうので全然運動をしていなかった週があって、その次に急にダンスっていう
ハードな運動をねしてしまったので、いやそのせいかなとは思うんですけど、そう、ダンス行ってその次の日の朝起きた時にめちゃくちゃ頭が痛かったんですよね。起きたら頭が痛すぎてうわーって思って、薬飲んでお水もたくさん飲んで結構ね2時間ぐらいしたら治ったのでよかったんですけど、そうやっぱり運動していない後に急に激しい運動をするとそういう風になることもあるんだなっていう、学びでした。だからといって何かをやめるとかではないんですけど、今日からまた少しずつ散歩とかもね再開していこうかなっていうふうに思ってます。またいつも通りメインテーマに行く前にですね、雑談をたくさん話してしまいました。でもそんな話でも聞いてくださった皆さんありがとうございます。ということで、今日のテーマはですね、私にとっての至福の時間は一体どんな時なんだろうっていうことについてちょっと話していけたらいいなって思います。まずそもそも至福の時間ってなんだろうっていうとこなんですけど、皆さんにとって至福の時間って何だと思いますか？調べたり考えたりしたんですけど、簡単に言うとやっぱり至福の時間っていうのは自分がすごく幸せだなって感じる時間のことだと思います。何かをしていて、これをしていると幸せだな、楽しいなって感じられる時間のことだと思っています。なので私にとってそんな至福の時間はいつなんだろうって考えてたんですよ。で、これは年齢もあったりするのかな。年齢っていうか、その時の状況とかそういうのも関係するんじゃないかなって思うんですよね。なので、今日この至福の時間について話して、でまた1年後に至福の時間について話したら、もしかしたらちょっと変わっているものもあるかもしれないし、その時も変わらず同じことを言っているものもあるかもしれないしって思ったので、せっかくなのでまた来年とか2年後とかにも同じテーマで話してみようかなって思いました。忘れなければ、覚えていればですけど多分学生の時はすごく大きなこと、大きくてワクワクするようなことをしている時に幸せだなって感じることが多かったんじゃないかなって思うんですけど、最近個人的な私の考えとしては、日常の中の小さいことだったとしてもその小さな幸せをちゃんと感じられる人間でいたいなっていうふうに思っています。なのでその大きい小さいに関わらず、自分にとって幸せなこと、好きなことはずっと大切にしていきたいなっていうふうに思いますっていう、そんなことを考えさせてくれた本当にいいテーマだなと思います。なのでリクエストしてくださった方本当にありがとうございます。っていうふうに考えると、至福の時間って本当にたくさんあるんじゃないかなって思うんですけど、たくさん話していると本当に長くなってしまいそうなので、今日はいくつかメモをしたので、それを皆さんとちょっとシェアできたらいいなって思います。じゃあ私にとっての至福の時間、一つ目は好きな音楽を聴きながらちょうどいい気温で散歩している時です。私の動画を見てくださっている方は、私が音楽が好きで、あと散歩が好きっていうことももう知ってくださっているんじゃないかなって思うんですけど、特にね、夏以外の季節なので、春、秋、冬はお昼の時間とかでも散歩に行けるかなと思うんですけど、夏、これからの季節は夏ですよね。夏になるとちょっとお昼の時間に散歩に行ってしまうと、
暑すぎて熱中症になる可能性が高いので、ちょうどいい気温に散歩に行こうと思うと、やっぱり早朝か夕方以降かなって思います。でも私は朝早起きするのがあまり得意じゃないので、もう起きたら準備をしてレッスンとか仕事をする時間になってしまうので、もうね、これからの季節は散歩に行くとしたら夕方以降かなって思います。なので5時以降ですかね。日によっては5時でも本当にまだ暑い日もあるので、6時以降とかだといいんじゃないかなと思うんですけど、かといって夜遅く10時とか10時以降とかに散歩に行っちゃうと、逆に睡眠に良くないというかね、ちゃんと寝れなくなっちゃう可能性もあるので、6時から9時ぐらいの間に散歩に行けたら、夏はちょうどいい気温で散歩できるかなって思います。はい。で、一人で散歩に行くときは好きな音楽をイヤホンで聴きながら散歩に行くと、本当になんか幸せだなって思うので、自分にとっての至福の時間の一つかなって思います。はい。そして、2つ目はですね、美味しいものを食べてる時です。これはもう私の動画をよく見てくださっている方は多分予想できたんじゃないかなって思うんですけど、私は食べることが本当に大好きなので、美味しいものとか好きなものを食べてる時は本当に幸せを感じます。特に一番好きな食べ物がサーモンなので、サーモンを食べてる時はめちゃくちゃ幸せですね。お寿司屋さんでサーモンのお寿司を食べるのももちろん好きですけど、例えば自分でサーモンのお刺身を買ってきて、でそれをきれいに切って食べるのもとても幸せです。はい。この前ですね、サーモンのお刺身を買ってきて、本当にこだわって、よし今日はきれいに切って美味しく食べようと思ってこだわった時があったので、今度機会があったら美味しいサーモンの切り方とかそんな動画もできたらいいなっていうふうに思っています。はい。そして3つ目はですね、ダンスをしている時です。はい。私の趣味の一つがダンスなので、ダンスをしている時も幸せだなって感じます。はい。でもその中でもちょっと細かいんですけど、中でも幸せだなって思う時があります。それはですね、だいたいダンスレッスンに行くとその日の振りがあるんですよ。その日のダンスの振りを先生に教えてもらって、で、その長さの振りを覚えて音に合わせて踊っていくんですけど、その振りを覚えるのはそんなに得意じゃないっていうか、昔よりはね、覚えるのがどんどん早くはなったかなと思うんですけど、まだ覚えてない時間に、じゃあ音に合わせてやってみましょうってなったら、次の動きはこれでって、そういうね、正しい振りをしようっていうことに集中してしまうので、まだ完全に楽しんでいるっていう段階じゃないんですよ。なのでそれを何回か繰り返して、でよしもう振りは覚えたぞってなって、そこからがもう最高に楽しい至福の時間って思います。なんでかって言いますと、もう振りは覚えたので、あとはその曲に合わせてどういう風に踊ったら、どういう風に力を入れたらとか力を抜いたらとか、一番かっこよく見えるのか、いいダンスになるのかっていうのを考えながら、そして音を感じながら踊ることができるので、もうね、振りに集中するんじゃなくて、どう見せたらいいのか、どう音を感じて表現するのかっていうフェーズに入っていけるので、その段階に入った、もうレッスンの本当最後の5分10分とかなんですけど、その時間が一番至福の時間です。
なのでそこに行くまでの時間は耐えて頑張って覚えてで最後にやっと一番楽しい時間が来るっていう感じです。はい、熱く語ってしまいましたはい、でもそうですよね。自分にとっての至福の時間なので、自分にとって幸せなことについて話しているので、もちろん話してる私はとても楽しいですね。当たり前ですよねはい、まだまだたくさんありまして、4つ目はですね、恋人と旅行に行って美味しいものを食べてる時です。はいこれも大きく分けると美味しいものを食べてる時にはなるんですけど、恋人の影響で旅行も好きでたくさん行くようになったので、その場所で美味しいものとか有名なもの、名物を食べている瞬間も至福の時間かなっていうふうに思います。はい、今1,2,3,4つ言ったので、5つ目ですね。今日は8個メモしたので、もう少しお聞きください。はいで、5つ目は皆さんについてです。5つ目は YouTube で皆さんからもらった優しいコメントを読んでいる時です。この時間もとても好きだなって思います。皆さんがですね、この動画面白かったですとか、本当に役に立ちましたとか、何でも本当に嬉しいんですけど、そんな温かいコメントを読んでいる時に、動画作ってよかったなって思えるので、それも至福の時間です。なので皆さんいつもありがとうございます。はい、そして、6つ目はですね、アニメを見てる時です。はい、Netflix でアニメとかドラマとか見るんですけど、やっぱり私はアニメがとても好きだなって思います。で、もちろんたくさん好きなアニメありますし、一番好きなアニメは配給なので、落ち込んだ時とか、ちょっと元気を出したい時とか、やる気を出したい時は絶対に配給を見るってもう決まってるんですけど、最近ハマっててよく見ているアニメはヒロアカとナルトです。はい、僕のヒーローアカデミアをちょっとタイトルが長いので略して日本人はよくヒロアカって言います。はい、なのでヒロアカとナルトをよく見てます。ナルトはですね、子供の時にもう1回は全部見たはずなんですけど、ちょっと内容をね忘れちゃったので、もう一度見ようかなと思ってナルトも見ています。はい、でもちろんワンピースは毎週新しいエピソードが更新されるたびに見ているので、本当に最近見ているアニメとしてはヒロアカとナルトとワンピースです。はい、来年配給の映画がやるっていうねお知らせがありましたので、それに向けて多分配給ももう一回見るかなって思います。はい、1,2,3,4,5,6,7 7つ目ですね結構今日短い動画になるかなって思ったんですけど、長めの動画になっちゃいました。はい、でも20分ぐらいの動画が好きな方にはちょうどいいんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで聞いてたくさん日本語を今日も勉強していってください。はい、それでは1,2,3,4,5,6,7 7つ目はですね、目覚ましを気にせずに好きなだけ寝られる時です。はい、だいたい次の日が休みの時なんですけど、目覚ましをセットせずに朝何時でも起きていいよっていう時、はい、好きなだけ寝ていられるので、その時間は幸せだなって思います。はい、でも目覚ましをかけていなかったとしても、なんか7時とか8時とかそういう時に限って起きちゃうんですけどね。でもその後二度寝をして9時ぐらいまで寝られたら幸せかなって思います。で、4つ目、最後はですね、英語の勉強の一つなんですけど、最近私は人生に役立つ話が、100個分なんか Day1 から Day100 まであるので、毎日読んだら100日分あるっていう本があるんですけど、それで英語の勉強をするのにハマっているので、
毎日一つずつ読んでる時間、その時間も結構幸せだなって思います。そうなんかちゃんと今日も英語勉強しているぞっていう感じもあるし、本当にそれはテストのためとかじゃなくて人生に役立ついい話が書かれているので、それを読んでいるとそう人生にとってもプラスだなって思うし、すごくいい時間かなって思います。はい、そんな感じで8つ私にとっての至福の時間紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。もっともっと小さなこととかよく考えたら至福の時間だなって思う時はもっともっとねたくさんあるかなと思うんですけど、今日はこの8つを紹介してみました。もしよかったら皆さんにとっての至福の時間についてもコメントで教えてください。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。今日も最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。今日からはチャンネル登録者3000人目指していきたいと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、私の日本語のオンラインレッスンはiTalkiとプレプリでやってますので、日本語のレッスンに興味がある方は一緒に勉強しましょう。はい、それでは改めて今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.